つるくんです。今回は中華ロボットプラモデルの新作をご紹介します。以前から某アニメのロボットに似ているということで、いろいろと話題になっていたプラモデルの方ですね。果たして単なるパクリなのか、それとも本家を超えるほどの内容なのか、今回はですねじっくり見ていきたいと思います。表紙の方はこちらのロボットの写真になるんですがね、こういったものが載っています。箱の裏の方にはおそらくインナーフレームの方ですね、それから可動の箇所、あとは武器関係の装備ですね、そういったものの写真が載っています。なかなかインナーフレームの方が凝ってそうですね。あとは可動の方はですね、ここら辺は組みながらじっくり見ていきたいと思います。何しろ箱の方がでかいのでカメラに収まりきれないほどの大きさがあるキットになっています。ちなみにサイドの方なんですが正直カメラに映らないんですけど、サイドの方はですねやっぱりロボットの写真ですね。横の方もですねロボットの写真が載っています。では早速ですね開封の方をしていきたいと思います。よし、蓋がついてますね。よいしょ。でかいなもう。甘い外箱の中には内箱が入っておりました。では本当にオープン。中華キットの割には意外と余裕があるような感じがしますね。ほぼ白と黒のパーツですね。微妙に色が違うんですかね。白っぽいパーツと黒っぽいパーツですね。あと藍色のパーツもありますね。大型のランナーがでかい。これだけ大型のランナーってそうそうないですよ。大型のランナーが2枚3枚、ここら辺になると普通っぽいかな。あと色分けがしてあるパーツですね。オレンジっぽいパーツと赤ですね。それからこちらが黄色っぽいパーツですね。あとは細かいパーツがそこそこ入っていて、やっぱこうやって見るとパーツ数多いですね。また大型のパーツが入っていて、ここら辺はスタンドのパーツですね。これが台座ですね。かなりの大きさと厚さの方がすごいですね。デカールの方はそれほど量はなさそうですね。マニュアルがちっちゃいですね。このぐらいのまるで小冊子みたいな感じのマニュアル、珍しいですね。だいたい箱の中身はこんな感じです。それでは少し仮組みの方をですねしていきたいと思います。それでは早速内部フレームの方から組んでいきたいと思います。頭部の方なんですが、目の部分がクリアパーツになっていて、ガトリングの部分ですね、こういったところが色分けのパーツになっています。また色分けという意味では顎周りとかですね、この頬の部分、それから正面の口の部分って言ったらいいのかな、結構細かく色分けがされています。
今回のキットは電飾自体はされていないので、この隙間の部分に LED とか入れてですね、電飾が可能にはなっています。で、この頭部の下側のパーツにですね、このヘルメットのような部品をかぶせます。こんな感じですね。で、この周りに外装がついてくるんですが、とりあえずフレームの部分ですね。で、この特徴的なトサカの方ですね。トサカの方も内部フレームになっていて、これを頭部の上にですね、差し込むという形になります。こんな形で頭部の内部フレームの方ですね、が、できています。トサカの方が結構写真とかだと大きめに見えるんですが、この内部フレーム自体はそれほどの大きさはありません。こういったトサカの部分は中が透けて見えるような形になりますんで、少しシルバーとかゴールドで塗ってみるのもいいかもしれません。頭部のフレームに関してはこんな感じですね。ちなみに可動部分は、一つもありません。続いて胴体の方なんですが、大きく3つの部品に分かれています。こちらの胸部の方ですね。それから腹部の方。それからこちらは胸部の前面の方ですね。こんな形で分割されてるんですが、こちらの胸部の方ですね。腕の付け根の部分があって、首の付け根の部分があるというパーツになってきます。この首の付け根の部分ですね。この部分がまず可動します。上下動の方ですね。それから首の部分ですね。根元とこの先っちょの二重関節になっています。したがってこの根元の部分を含めて三重の関節になっているという感じですね。肩の方なんですが、まず軸の上下動と、あと引き出し機構ですね。手前に引き出すことが可能になっています。背中の部分にこの赤いクリアパーツがついていて、結構目立つような形になってますね。これは太陽炉なんか動力部っぽいような表現がされてますね。腹部については、この部分にピンがあって前後動するのと、この部分での前後動ですね。そういったものが可能になっています。で、これをこの胸の部分ですね。に接続します。こんな形で腹部を胸部に接続します。で、左右への傾きが可能になってくると。あとは前後動ですね。こんな形で前後動が可能になってきます。で、最後にですね、この胸部の前の部分ですね。これを接続して、これで上半身の方が完成という形になってきます。意外とこの曲線が多くてですね、全体的な印象としては丸っこいようなイメージですかね。思ったよりもこのサイドのボリュームがないといった感じもしますね。あとこれがクリアパーツになってますんで、電飾なんかすると結構面白いかもしれませんね。結構細かいパーツで構成されてはいるんですが、一部分割線がですね、どうしても出てきてるというのはあります。続いて腕の方なんですが、ここに関節があって腕の上下動ができるのと、このアーマーの部分ですね。肩アーマーの部分が独立して動くようになっています。それから腕の付け根ですね。ここには回転軸があります。肘は見た通り二重関節になってますんで、フレームの段階ではもう肩につくぐらい曲がるようになっています。また肘の部分にはアーマーがついてますね。手首の方はこの付け根と手首自体にも関節があって、手首の方で曲げられるのと、こっちの後手の方ですね。ここでも曲げることが可能になっています。またこの手の方については横にですね、曲げることができますんで、剣を持った時に手前に突き出すというようなポーズが取れるようになっています。それから腕の裏側ですね。ここにアタッチメントがついていて、
いろんな武器を装備することが可能になっています。腕についてはこんな形になってきます。次に腰部分ですね。かなり大型な腰部分になってくるんですが、ここにスイング機能がついているのがわかると思います。それから全部のアーマーですね。非常に小さいアーマーなんですが、この前の部分のアーマーが稼働するのと、このサイドのアーマーの根元がボールジョイントになってますんで、ぐるぐると動かせるという感じになってます。それからお尻の部分のバックアーマーですね。こちらの方も上下動と、あと回転をさせることが可能になっています。このバックアーマーのこの部分を上げることによってスラスターが出てくるというようなギミックもついています。足の方なんですが、足の付け根がここら辺になりますね。足の付け根が回転するのと、この部分での上下動ですね。面白いのがこの足の付け根の部分の上下動がですね、この足の付け根の上下動によって派手なポージングがまたできるようになると思います。膝の方は二重関節になってますんで、ぐーっとこんな感じですね。結構曲がるようになっています。またこの部分が連動したのがわかると思うんですが、膝を曲げることによってこの部分のアーマーが連動して動くという形になっています。それから足首の方ですね。足首の方は前の部分が独立して動くのと、あと当然かかとの部分ですね。これが前後動できます。この状態ではかなりの角度まで曲げることが可能になっていますね。かなりというよりむちゃくちゃ曲がるようになってますよね。ひねりの方ですね、足首の。これで接地性が上がるというような仕組みになってますね。で、足首の根元の方で回転軸があります。これで足首だけをひねることが可能になってますね。このサイドアーマーが太ももの方に接続されています。で、これがまた回転ですね。あと上下動が可能になっています。このサイドアーマー自体にもですね、裏にスラスターがあって、このスラスターを下に引き出すことが可能になっています。こんな感じですね。こんなギミックもついていたりします。非常にボリューム感のある太ももになっていて、これだけでもすごい迫力がある感じですね。大まかな部品構成はこのような感じになっているので、次はですね、合体の方をさせていきたいと思います。それでは合体の方をしていきたいと思います。まずは胴体の上部とですね、こちらの腰の方を合体させます。こんな感じで上半身と下半身という形になります。次に腕をつけるかな。この関節のきつさに関してなんですが、そこそこきつい感じにはなってますね。ちょっとした調整が必要な感じはありますね。肩アーマーと肩の部分がですね、この根元のリングでしか固定されていないので、結構無理をすると今みたいにアーマーがずれちゃうような感じがあります。したがって腕をはめるときは、こちらの丸い部分ですね。ここを持って押し込まないと、アーマーがちょっと外れ気味ですね。アーマーはここの軸で上下動しますんで、アーマーを上げておいて、この丸い部分を出しておいて、この関節をはめていくという感じにしないと、アーマーが外れます。で、はめたらアーマーを下げるという感じですね。足の方なんですが、意外とこの股関節の軸がちょっと短めなんですね。ちなみにこのサイドアーマーの根元もですね、すごくきついですよ。こっちは比較的楽にはまるかな。
よし。こう力を込めるといろんなところのアーマーが外れるんですよね。基本的にこのキットってスナップフィットですので、接着剤は使わずにここまで組むことは可能になってます。この手首がですね、意外とよく抜けるんですよね。結構深くまで押し込んでるんだけどな。それでは最後に頭部の方を動いた。これで合体の方が終わりました。内部フレームの方を組んでみたんですが、60分の1スケールということで、まずはこの大きさにびっくりしますよね。大きい分ですね、迫力の方がやはりすごくあって、なおかつかなりスタイルの方がいいということで、迫力があってかっこいいというような内容になってますね。ギミックとしてはハッチオープン等がなくて意外とシンプルなんですが、アクションフィギュアのように可動を重視しているような感じも受けますね。何よりも元になったロボットより、かなりスタイリッシュになってるのかなと。かっこよさかなり上がってるなという感じの出来になってると思います。外装の方と、あと武器関係の装備ですね。そういったものを引き続き作っていきます。今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。